皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢の関連ニュースを取り上げていきます。日本では総合的に言えば、ウクライナ関連のニュースは、流れる数が圧倒的に減少傾向ですので、このチャンネルの動画で、ウクライナ情勢についての情報更新を進めていってください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、1年越しにアメリカからのウクライナへの軍事支援、地上発射型精密誘導滑空爆弾がウクライナに供与される見通しがようやく立ちました。2、ロシア海軍の排除成功、ウクライナの海洋貿易路が回復したとの報道があります。3、これはウクライナとの関連ではないのですが、ロシアが日本の北方領土に対する領土主張を改めて行っています。プーチン大統領の発言ではありませんが、一応ロシアの高官の発言なので、ロシアの本音と見てよいでしょう。そして最後に、ロシア国内の話題として、ロシアによる侵略、これに伴う失敗や不祥事といったものはたくさんあるわけですが、もしも戦争に対する批判や、もしくは軍の不始末についてロシア国内で流そうものなら、それらはおおよそ全てがフェイクニュース扱いとされ、そのような情報を流したものには財産没収で対応するという法案がロシア連邦下院で採択されました。今日はこの4つの話題についてお話をしていきましょう。まず第1に、地上発射型の精密誘導滑空爆弾について。アメリカの報道によれば、これまでテストが行われていた GLSDB 地上発射型小口径爆弾の提供をようやくアメリカが行うという報道がされています。GLSDB はこれまで射程80キロから90キロの攻撃を行っていたハイマースから打ち出す射程150キロの遠距離攻撃兵器です。日本の報道では地上発射型小口径爆弾という風に漢字がついているのですが、私はこの兵器の説明としては、地上発射型の精密誘導滑空爆弾という方がより適していると思います。というのも、打ち出した後なのですが、空中では羽を広げ、グライダーのようにして距離を稼ぎ、GPS 誘導などに従って目標に到達するという爆弾だからです。従来のハイマースによる攻撃よりも射程距離は60キロ程度延長されるため、現在の戦線と照らし合わせると東部前線全域をカバーし、南部戦線においてもクリミア半島の北部が射程圏内になります。また、これまでの滑空爆弾の違いなのですが、従来の滑空爆弾は航空機に搭載して前線に近づく必要がありました。ロシア軍の方も対空兵器はたくさんありますから、航空機が前線に近づくのは非常に危険なことです。しかし、ハイマースであれば地上から発射することができ、打ち出すその時だけ前線に近づけば、やられることはありません。実際ハイマースは2022年から供与されていますが、未だに撃破された数はゼロだと言われています。ただこの兵器の供与は一つ問題を抱えています。これまで皆さんにお伝えしてきましたが、アメリカの軍事支援の予算が底をついたといったことはご存知のはずです。この兵器についても手配した段階においては予算があったので、その予算をもとにして製造ラインが新規に立ち上がり、実際に製造が進みテストも行われ、テストの完了後にウクライナに供与される。そしてそれが2月だというわけです。ところが2024年現在のアメリカはウクライナ支援の予算が底をついていますから、製造ラインがせっかく整ってようやく兵器としても性能テストが終わった段階で次の製造のためのお金がないといった状況になっています。バイデン政権自体はウクライナ支援を続けるとして議会に対して予算を早く決めてほしいという要望を出していますが、共和党の反対は根強く、とにかく予算が決まらないと本格的な量産にかかってウクライナへの供与が進みません。このあたりまだまだアメリカが停滞している影響は長引きそうです。次にウクライナの海洋貿易路回復について、ウクライナ穀物輸出量、黒海防衛強化でほぼ軍事侵攻前水準に。ロシアによる軍事侵攻で深刻な影響が続いてきたウクライナ産の穀物などの輸出は、輸送路の黒海での防衛が強化された結果、軍事侵攻前の水準まで回復しつつあると、ウクライナの業界団体が明らかにしました。世界有数の穀物輸出国として知られるウクライナからの穀物輸出は、ロシアによる軍事侵攻後、黒海を通じたルートが制限され、世界の食料供給にも深刻な影響を与えてきました。軍事侵攻の開始から2月で2年となるのを前に、
業界団体が首都キーウで会見し、去年12月の穀物などの輸出量がおよそ598万トンに上ったと明らかにしました。これは去年7月にロシアが黒海を通じた輸出をめぐる合意の履行を停止して以降、最も多く輸出量全体では軍事侵攻前の水準まで回復しつつあるということです。一方、ウクライナから輸出される穀物などのおよそ 40% は紅海を経由してアジアに輸出されているということで、イエメンの反政府勢力フーシ派が紅海などで船舶への攻撃を繰り返していることから、今後の安定的な輸出には懸念もあるとしています。当初ロシア軍が本格的な侵攻に伴ってウクライナ最大の貿易港オデーサ攻略を目指しました。ところが地上軍はオデーサに到達することもなく、現在はドニプロ川の東側までしか到達できていません。そしてウクライナ海軍は大型艦艇がない状態にもかかわらず、ロシア黒海艦隊を退けることができています。というのも、イギリス、フランスから供与された巡航ミサイルストームシャドウが次々とロシア海軍艦艇を襲っています。停泊しているところはもはや標的となっていて、ロシア海軍の軍艦が次々と攻撃されているのです。このようにして被害が続出することにより、ロシア海軍は黒海の西側に対する影響力を徐々に失い、現在ではウクライナの海洋貿易路が回復しつつあるというわけです。ウクライナ軍の攻撃によって水上艦については抑止することができました。ただし、ロシア海軍の方には潜水艦もあるので、もしも通商破壊作戦に乗り出せば、まだまだ輸送船団が襲われるといったことは起こり得ることです。ただし、そのようなことは軍事的にも外交的にもロシア自身を自滅へと追いやる行為であり、基本的にはそこまではできないだろうと言われています。なぜならば、もしもウクライナの穀物などを乗せた船をロシア海軍の潜水艦が撃沈するようなことが相次いで続くようなことになれば、それはウクライナが困ると同時に、その穀物が輸出される国の反発を生み、ロシアにとって敵国化してしまう可能性が高いからです。例えば、ウクライナの輸出品の多くは主食として使われる小麦が非常に多く、例えばトルコやエジプトへ送られる小麦をロシアが海に沈めたとなれば、必ずのように大きな反発がロシアに向かうこととなります。それほどロシアに対しては敵対的な行動をしていなかった国の国民の世論が反ロシアで燃え上がるようなことになれば、ロシアにとっては攻撃した以上のしっぺ返しを食らう可能性が高いわけです。なお、ウクライナに対する巡航ミサイルの供与は引き続きイギリス、フランスが継続的に行うことを表明していますから、ロシア海軍の影響力が黒海において回復するといった場面は、これから先はちょっとないと思います。次に日本とロシアとの関係、北方領土についてです。ロシア前大統領、北方領土をめぐり、悲しむ侍は切腹をと投稿。岸田首相の施政方針演説揶揄。ロシアのメドベージェフ前大統領は、X への投稿で、北方領土がロシア領などと改めて主張し、北方領土と千島列島に新たな兵器を配備する可能性に言及した。岸田首相が行った施政方針演説で、領土問題の解決と日露間の平和条約締結の方針を堅持すると述べたことに反応した。北方領土に関する日本人の感情など知ったことではない。これらは係争中の領土ではなく、ロシアの領土だと一方的に主張した。メドベージェフ氏は、その上で、悲しむ侍は、伝統的なやり方、切腹で人生を終わらせることができる。もちろん勇気があればだが、などと書き込み、切腹の作法を紹介する写真も添付した。メドベージェフ氏の発言なのですが、X での投稿などを見ると基本的にはちょっと狂っちゃったんじゃないかなと思えるような発言もしょっちゅうしていることから、今回のような発言も別に彼にとっては通常運転で、彼自身はなんかすごいことを言ったという思いは全くないでしょう。しかし、この発言にはロシアの本音があります。まず第一に、ロシア側は北方領土を話し合いをもとにして日本に返す気なんて全くありません。日本国内における報道では、過去何度か、あたかもロシアが島を返してくれるかもしれないといったような、期待を匂わすような報道は何度かありました。しかしそれはあくまでも日本側の期待を反映した報道であって、実際としてロシア側が島を返すための段取りを組んだことは一度もありません。むしろロシア側にとっては、島を返すかもなという雰囲気を醸し出すだけで、日本側がペコペコと頭を下げて経済協力に乗ってくれるという
いういわば打ち出の小槌のような役割をしていて、返すかもな、返さないかもな、でも返すかもしれないかもしれないかもよみたいな、そんなやり取りをするだけでうまい具合に日本を転がすことができる便利なお話として使われ続けているわけです。日本側の政治家の中には、相手の懐に飛び込んでなんとか話をうまくまとめ上げれば島は帰ってくるんだというような幻想を抱かせる人もいます。しかしロシアは奪ったものはそれは戦利品として自分のものであるという主張を決して曲げません。メドベージェフ自身は露骨な態度で日本をバカにしていますが、基本的にはロシアの基本姿勢がまさに彼の発言と日本側も自覚すべきです。そして最後にそのロシア国内の動きについても触れておきましょう。ロシア国内においてフェイクニュースを流した人たちに対して財産を没収するという法案が連邦の下院議会で採択されました。ロシア国内においては、ウクライナへの侵略は戦争ではなく特別軍事作戦だとされていて、その定義に沿った形での報道が行われ、これに逆らうような形での報道や個人での情報発信などはフェイクニュース扱いにされます。また、実際の現実として起きている出来事であったとしても、ロシア軍の名誉を傷つけるような行為については、これを事実としては認めず、フェイクニュース扱いとされます。そして、フェイクニュースを流したものについては、これを処罰するための法律が強化されています。これまでもすでに刑務所に送り込むような法律はあったのですが、今回はそれに加えて財産もついでに没収しようという方向へと話が進んでいます。ただし、タイトルだけ見れば、もう身ぐるみ剥がされてしまうかのような話として見えるわけですが、今のところは住んでいるところから追い出すといったような話や、もしくはフェイクニュースを流すことによって得られた利益などを没収するといったわけで、完全に身ぐるみ剥いで無一文にしようといったそこまでの権限は今のところはなさそうです。ただしこれもあくまでも初期段階の報道ではそうだなといったぐらいで、いずれはその法律の内容もどんどんと凶悪化してイメージ通りの身ぐるみ剥ぐような財産没収刑へと凶悪化する可能性は十分あります。少なくともロシアによるウクライナ侵略はかつてのソ連が行ったアフガニスタン侵攻などに比べるとその死傷者数はすでに10倍以上に到達していますから、これが20倍30倍とどんどんと膨らんでいくルートをたどっているのは間違いありません。戦争が長引けば長引くほど死傷者数は増えていくわけで、それに伴って犠牲となった人の家族、知人、それら関係者はどんどんと増えるわけで、それらの人たちの不満が吹き出す形で、人々が口々にプーチン大統領を批判したい気持ちを持つはずです。そしてそのことを行動に移した場合、それに賛同する人の輪も増える可能性があるわけで、政府としては法律をもってこれを厳正に処分するという方針を明確化しています。結局のところ独裁政権は自分たちに対する批判を抑え込むために法律そのものを自分たちにとって非常に都合の良いものに書き換えていきます。ロシアにおける自由な発言がどんどんと制限され、そして強制収容所が復活するのもそう遠くはないように私には思います。というわけで今回の動画はここまで。アメリカからの軍事支援は現在のところ新たな予算がついておらず、予算がかつてあった時に発注されたものがようやくウクライナに供与されることとなりました。本来であればこの後量産して次々とロシア軍を襲ってくれたらよかったのですが、なかなかそうもいかないというもどかしい状況です。一方においてイギリス、フランスが供与した巡航ミサイルは着実にロシア海軍の力を奪い、穀倉地帯にあるウクライナの小麦などを輸出するルートがようやく回復しつつあります。といったわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。